皆さんこんにちは、ハンナです。いつもご視聴いただきありがとうございます。前回あげた重曹アートに続き、今回はアルコールインクアートとテクスチャーで描く日本の桜の木を連想した、カラフルでポップなイメージで、アートを描いてみます。春は気分も高まり、お出かけしたくなる、そんな季節ですよね。毎年咲く桜を、この絵の中に広がり感を出してみようと思います。はい、今日の材料です。100均のアルコールマーカーピンク2本入りと、ペーパーバー合成油干しを使用しています。エタノール、それからゴールドのラメ、これから使う IKEA の額縁になります。で、今回は100均のアルコールマーカー、このように、初心者さんでも花の形を作ってから無水エタノールを2滴ほど垂らしてドライヤーでもう一度ラメを入れた花びらを作り上げていくという作業に入ります。で、この用紙はですね、合成油干しでもライメックスの用紙でもどちらでも構いません。たくさんの花びらを作りながら、1枚の花びらも余白を入れながら作っていきます。アルコールマーカー、このマーカーで先に桜の花びらを描いていきます。その上から無水エタノールとゴールドラメを数滴垂らしてドライヤーで乾かしていきますと、アルコールマーカーだけでは出せないこの光に当たった時の花の部分がとっても綺麗に見えます。そしてアルコールマーカーですと失敗がありませんので、ぜひ使ってみてくださいね。
私はインスピレーションを感じたとき、自分らしさを絵で表現します。正直絵の勉強をしたわけではありませんので、基本的なことはわかりませんけれど、でもこの動画が少しでも皆さんにとって参考になれば嬉しいです。そして私の動画ではアルコールインクアートやテクスチャーアート、アクセサリーやキャンドルなどをご紹介しています。過去の動画もよかったら見てみてください。そして気に入ったハンドメイドがありましたら、いいねを押してくださると嬉しいです。IKEA の額の中に先ほど桜を描いたアートを入れました。そして今日はモデリングペーストを使用していきます。皆さんのところにモデリングペーストがない方は重曹を使って、作ってみてください。そしてごめんなさい、ちょっとこちらの方が動画撮影されておりませんでした。はい、もう全体的に上からたくさんの桜をイメージしたカラフルな色を混ぜて演出しています。そして、ポイントはですね、指で、ピンクのアクリル絵の具を直接土台に、乗せています。テクスチャーの、表現っていうのもあるんですけれども、なんか全体的に同じカラーになってしまうので、インパクトを出すためにこうピンク系を入れています。最後にですね、金箔をつけていきます。テクスチャーの部分の数箇所にですね、ちょっと入れることでインパクトが生まれます。中央に入れたアルコールインクアートもゴールドのラメがとっても光りますので、全体的に統一感を出すために金箔をのせています。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。先日と今回と2回に分けてアートをご紹介しました。
またインスピレーションで、こんなものを描きたいなと思ったら、アート描いたものをご紹介していきたいと思いますので、また、お目にかかりたいと思います。ではいつも最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。4000人突破したことも皆様のおかげであります。まだまだ頑張りますので、どうぞお付き合いください。ではまたお目にかかりましょう。